こんにちは。今回はかわいい花模様のポーチを作って、既製品の持ち手をつけて簡単に小さなバッグを作っていきます。使うのはダイソーさんのレースヤンの太いもののミルクティーベージュ。これを2本一緒にして編んでいきます。で、針は5号ちょっときつめに編んでいきたいと思います。で、あとは既製品の持ち手、これはダイソーさんで2本一緒に売っているんですが、今回は1本だけ使ってこういう感じでくっつけていきます。で、マーカーととじ針を使います。今ここではスマホが入るぐらいの細長い形で編んでいきます。で、出来上がりのサイズを見て、もう少し深い方がいい場合にはさらに花の数をプラスして、で、好みの長さまで編んでください。鎖を2つ、で、1つ戻って最初の鎖に針を入れます。1つ戻って、で、針を入れる場所は2本の糸の下、こことここで、糸を引き出して引き抜いて細編みを1つ、これが1つ目の細編みで、これが花の中心になります。で、後でこの細編みを数えていって花の数を揃えて長さを揃えていきます。で、これから編んでから細編みの数を数えるときにちょっとややこしくなるときにはマーカーをつけておくと便利です。なくても大丈夫です。見分けられるので大丈夫です。ある方が安全です。で、次は長編みで、普段は長編みを編むときには鎖を3つ編んでいくんですが、今回は鎖を2つ、で、針を入れる場所は細編みの真ん中、下の細編みの真ん中に針を入れて長編みを1本、長編みは針に糸を絡めて糸を引き出して2本ずつ引き抜きます。これで鎖2つと長編みが1本、長編みの後は細編みを1つ、今回は細編みと長編みと細編みと長編みと細編みと繰り返していきます。細編みを編むので鎖を1つで、1つ戻って次に針を入れるのはこの2本の糸の下、鎖2つ編んだ上の糸と、あと長編みの上の糸、この2本の糸の下に針を入れます。鎖2つの上と長編みの上、鎖1つを編んでから細編み、次は長編み、鎖2つ、細編みに針を入れて長編みを1本、長編みの次は細編み、細編みをするので鎖1つで、1つ戻って2本の糸の下、
れで細編みで、後で細編みを見つける方法は、長編みを編んだ足元、長編みの入っているところが細編みで、細編みの次は長編み、立ち上がりは鎖2つ、細編みの真ん中に長編みを1本で、今長編みを入れたところが細編み、長編みを入れたところが細編みで、長編みの次は鎖1つと細編み、次は長編み、細編み、で、この細編みの数を14個になるまで編んでいきます。細編みの数を数えていきます。最初に編んだのは細編みで、ここには長編みの足が入っています。長編みの足が入っているところが細編み、次も長編みの足が入っているところが細編み、次も長編みの足が入っているところが細編み、次もこれを14個編んでいきます。最後は細編みで終わりにします。これが14個目。次は花びらを作っていきます。これを横軸にしてこういう感じで花びらを作っていきます。細編みの次に鎖を2つ、細編みに長編みを1本、これは今までと同じです。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。これが1枚目の花びら。2枚目に行く前に鎖を3つ。で、同じ細編みに花びらを編んでいきます。こういう感じに編んでいきます。ここに未完成の長編みを2本。未完成の長編みは針に糸を絡めて、で同じ細編みの中に針を入れて糸を引き出して3本のうち2本からだけ引き抜きます。
で、長編みを完成させてしまわずに、これが未完成の長編みで、同じことをもう一本同じところこれで未完成の長編みが2本、一度に引き抜いて花びら。今回の花びらは全部未完成の長編み2本で作っていきます。で、今ここに細編みを、この細編みに花びらを2枚、次は隣の細編みに花びらを2枚、次の細編みは長編みの足が入っているところ、長編みの足が入っているところ、ここに針を入れて未完成の長編み、これで未完成の長編みが2本、一度に引き抜いて花びら。次の花びらを編む前に、次ここを編むんですが、その間には鎖3つ、1、2、3で細編みに花びら、これが花になります。2枚編んだら次の細編みに花びら、2枚編んだら次の細編みに花びら、2枚編んだら隣、2枚編んだら隣、これで端まで編んでいきます。端の細編みにも花びらを編んでいきます。この目に花びら、花びらと花びらの間には鎖を3つで、また花びら、で今回の花は全部花びら6枚でできています。この部分も花びら1枚と数えて、今花びらは1、2、3で、あと3枚花びらを作っていきます。花びらと花びらの間には鎖を3つで、もう1枚花びら。この時に糸端をちょっと曲げて、で編みくるんでいくと、ここが出っ張らなくて綺麗にできると思います。ギュッと折り曲げて、これで花びら4枚目、鎖3つで花びら、糸端を編みくるみながら花びらを作ります。
これで12345枚鎖を3つ、次は6枚目。これで6枚、1234566で6枚編んだら隣の花に移ります。6枚編んだら次の花びら、この花の花びらを編んでいきます。でこの糸端は外しておいて、後でとじ針で始末します。次の花、で今花びらは12345で、あともう1枚鎖3つと花びら、これで6枚。6枚できたら隣の花、ここに花びらを作ります。12345、もう1枚、6枚目、6枚できたら隣の花、でこれで端まで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきたら、最初の細編みにも花びらを作っていきます。今花びらはこの横の分も含めて3枚、あと3枚編んでいきます。最初の細編みに花びら、これで花びらが6枚で、最後は花びらと花びらの間に鎖を3つで、最初にマーカーをつけた引き抜いたところ、ここに引き抜きます。ここから見ると鎖2つの上
で引き抜いて、ここで糸を切ります。鎖一つを編むようにして、でこれで1本目、ちょうどここになります。この真ん中の長い部分で、次はこの隣を編んでいきます。でここで花一つ分段差をつけたいので、ここで14個花を編んだ場合には13個で編んでいきます。これは置いといて、また新たにさっきと同じように鎖2つ、針から1つ戻って最初の鎖に針を入れます。細編み、次は長編み、鎖を2つと長編みは細編みの中、細編み、鎖1つと2本の糸の下、長編みを1本、鎖2つと長編み、2本目も最後の細編みに花びらを編んでいきます。最後の細編みの後に鎖を2つで、細編みに長編み、今までと同じです。今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。で2枚目の花びらを編む前に鎖を3つで、同じ細編みに花びら、で2枚編んだら隣の細編み、花びらと花びらの間には鎖を3つで、同じところに花びら、1本目と同じように編んでいきます。でこの端まで編んでいきます。この上半分を編んで、ここら辺まで編んでいきます。端の細編みにも花びらを作っていきます。これで花びら3枚、次は4枚目、5枚目、でこの糸端は手前に折るようにギュッと曲げて、で編みくるんでいきます。でこれで花びらが12345枚で6枚で完成なんですが、こ
こでは5枚で一旦止まって、前の花の列とくっつけながら編んでいきます。この端の花とこの端の花をくっつけて編んでいきます。で、花と花を合わせるのは5枚目と6枚目の花びらの間、花びらと花びらの間に鎖3つあって、その真ん中の鎖、こっちに今花びらが5枚で、5枚目と6枚目の間の鎖に針を入れて引き抜き編みでくっつけます。鎖3つ編むうちの真ん中の鎖、5枚目の花びらの後に鎖を1つで、こっちは鎖3つあるうちの真ん中に針を入れます。で、平らなところに置いてもらった方がやりやすいかと思います。3つあるうちの真ん中の鎖で、こっち側手前が2本になるようにします。こっちは1本、今2本で編んでいるので2本なんですが、こっちが厚くなるようにします。で、この長い方の糸を引っ掛けます。この位置はここが長い方、次が針で、奥が、花の向こう側の花、糸は針の手前、これを引っ掛けて引き抜きます。で、ここで一回針を回した方が引き抜きやすくなると思います。ここで引き抜き編みでくっつきました。で、鎖を1つ、こっちは鎖3つで、こっちは鎖1つと引き抜き編み1つと鎖1つの合計3つ、鎖3つ分で、鎖3つ分編んだら元の花に戻ります。この花びらがまだ5枚で6枚で完成するので、6枚目を編んでいきます。また未完成の長編み、糸端を編みくるんでいきます。引き抜いて花びら、これで花びら6枚、6枚できたら隣の花に移ります。このまま隣の花、これで隣の花も花びら5枚、5枚になったら鎖1つを編んで隣の花に引き抜いてくっつけます。花びら5枚、次は鎖1つと、次に引き抜き編み、くっつける方は鎖3つの真ん中で、こっち側が2本のしっかりした方、位置は長い糸と針と向こう側の花、これを引き抜きます。引っ掛けて引き抜いて、
これで針をちょっと回転して引き抜いたら鎖を1つ。これで鎖と引き抜き編みと鎖で鎖3つ分で長さが揃うので花びらの6枚目。この花も6枚で終わったので6枚編んだら隣の花。でこの花の花びらは5枚。花びら5枚の後は引き抜きます。で引き抜くときは鎖1つと反対側の真ん中の鎖のこちら側は2本で、位置は長い糸と針とあと奥の穴、これで引き抜きます。でくるっと回して引き抜いたら鎖1つ、鎖1つ引き抜いて鎖1つでこっちの穴の6枚目で完成させます。6枚編んだら隣の穴、5枚になったらくっつけます。くっつけるときは鎖1つ引き抜き編み、向こうの穴鎖3つのうち真ん中で、位置は長い糸針奥の模様で引き抜きます。くるっ引き抜いたら鎖を1つで6枚目の花びら、6枚できたら隣の花、5枚になったらくっつけます。12345枚になったらくっつけます。くっつけるときは鎖1つで反対側の真ん中123で、位置は長い糸針と向こう側、引き抜いたら鎖を1つで6枚目、6枚できたら隣の穴、5枚になったらくっつけます。くっつけるときは鎖1つの引き抜き編み、
2列目の端の花も花びら6枚にします。ここは6枚で終わって、次のこの端の花に移ります。今3枚あるので、次は4枚目。これで4枚目で、今までは5枚目と6枚目の間でこっちとくっつけていたんですが、この穴がちょっとこっちから始まっているので、4枚目と5枚目の間でくっつけたいと思います。こことここの間でくっつけます。ここだけ4枚目と5枚目の間です。鎖1つと反対側、引き抜いて鎖を1つで元の花に戻ります。これが5枚目。で6枚にするので、もう1枚。で最後は鎖を3つで、マーカーのついたところに引き抜きます。で鎖1つを編むようにして糸を切ります。こんな風に真ん中と両隣と、さらにその両隣とこう花1つ分ずつずらしていきます。次はこっち側に1列作っていきます。さっきと同じように13個花を作って、こっち側とくっつけていきます。3枚目を合わせるときにはこちら側に段差を作りたいので、花1つ分下げた位置で、こっちは揃えてで合わせていきます。で今花びら5枚、次は鎖1つと引き抜き編みと鎖1つ、鎖1つと引き抜き編み、鎖1つで元の穴に戻って6枚目で、ここが6枚終わったら隣の穴、花びら5枚終わったらこっちとくっつけます。鎖1つと引き抜き編み、鎖1つで元の穴に戻ります。2列目と同じような合わせ方です。これで端まで編んでいきます。3列目の端の穴にも花びらを作っていきます。
でここは6枚割ってこっちの花、これが花びら4枚目で、こっちの4枚目と5枚目の間にこっちとくっつけます。くっつけるときは鎖1つと引き抜き編みとで鎖を1つでまた花に戻ります。これが5枚目。鎖3つと6枚目。最後は鎖3つ、最初のマーカーに引き抜きます。引き抜いたらもう一度鎖を編むようにして糸を切ります。この部分は後で編みくるんでいきます。4列目もここに段差を作りたいので花1つ分下げてでくっつけていきます。花の5枚目の花びらの後に鎖1つと引き抜き編み、鎖1つと6枚目の花びら、6枚編んだら隣の花、今までと同じように合わせていきます。5列目はまた1段ずらした状態で始めます。こっち側から揃った位置から合わせていきます。これで5列作っていきます。5列目は糸を切らずにこのまま細編みで1周します。で編み始めるところは今糸が出ているちょっと戻ってこの三角のスペース、ちょっと戻って三角でここに針を入れて糸を引き出してこの2本をかぶせるようにして引き抜きます。でやりにくい時にはちょっと緩めにして編んでいきます。同じところに針を入れて細編みを1つ、同じところで細編みで1つ目の細編みにマーカーで、次はこの三角に細編みを3つ、同じ三角ではなくて次の三角、この方が後で目立ちにくくなるので次の三角に細編みを3つ、で次は花と花の間、ここに細編みを1つ、ここは3つでここは1つで次3つ1つ3つと編んでいきます。花びらがくっついているところは細編みを1つ、
ここではなくてここに針を入れます。ここの2本の糸の下、ここではなくてこっち。で次は鎖3つの下に細編みを3つ。花びらと花びらがくっついているところには細編みを1つ。で次は3つ。鎖3つのところには細編みを3つ。で1つ。3つ。3つ1つ3つ1つ3つ1つ3つ。これでここまで端の花まで編んでいきます。端まで来ても今までと同じように花びらと花びらのくっついているところには細編みを1つ、三角には細編みを3つ。次の三角にも細編みを3つ。これで細編みが3つ。で次のこの花の一番端、このラインの一番端の花びらの先端にも細編みを1つ。ここに細編みを1つ編んでいきます。今までは花びらの先端に編んでいないんですが、ここは細編みを1つ入れて丸みを持たせます。次は細編みを3つ。次は花びらの先端に編まずに、この花びらの下の三角で引き抜いたところ、ここは隣と引き抜いてくっつけたところ、ここに針を入れて糸を引き出します。花びらには編まないで、このまま下の四角になっているところ、糸を引き出して隣の四角のスペース、これを一度に引き抜いて減らし目をします。これでこっちとこっちがちょっとくぼんだ形になるので、次のカーブを作っていきます。でまた花びらの先端には編まないで、三角には細編みを3つ。で一番端のこの花びらには細編みを1つ。こっちもこの一番端の花びらの先端には細編みを1つ。こっちも1つ。次は三角に細編みを3つ。
で次は下の四角になっているところ、花びらには編まないで、その下糸を引き出して、次の四角から糸を引き出して一度に引き抜きます。で次も同じように三角に細編みを3つ、一番端の花びらには細編みを1つで、三角に細編みを3つ、これは編みくるまずに後で針で糸始末をします。でこの花びらには編まないで、四角に針を入れて糸を引き出します。で次の四角、これを一度に引き抜いて減らし目、長い辺を編んでいきます。鎖3つと1つと3つと1つ、こっち側まで編んでいきます。この花びらには編まないで、細編み3つ、花びらと花びらのくっついているところには1つで、また3つ、これで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで1つ3つ1つ3つ1つ3つ3つ1つで3つ、花びらの先端に1つで、次も細編みを3つ、で次は花びらをジャンプして四角に針を入れます。で隣の四角、一度に引き抜いて減らし目、で次はここに一つ花びらと花びらのくっついているところがあるので、ここに細編みを一つ、でまた三角には細編みを3つ、で次また三角に3つ、一番端の花びらには細編みを1つ、でまた三角に細編みを3つ、で次は花びらをジャンプしてこの四角の中に針を入れて減らし目、で次また隣、ここでも花びらと花びらがくっついているところがあるので細編みを1つ、ここに細編みを1つ
でまた三角には細編み。で端の花びらには細編み。でまた三角に細編みを3つ。で花びらはジャンプして細編みを3つ。ここに花びらと花びらのくっついているところがあるので、ここに細編みを1つ。この花びらと花びらのくっついているところ、ここに細編みを1つ。でそのまま下の四角、3つ3つ1つと、次は四角に減らし目。で次は三角に細編みを3つ。で端の花びらには細編みを1つ。でこれがちょっと出っ張ってるので無視して、でまた三角に細編み。で花びらと花びらの間、で四角で減らし目。これで減らし目が終わって、また三角に細編み。で端の花びらに細編み。でこの三角には最初に1つ細編みを編んでいるので、あと細編みを2つ。で最初の細編みに引き抜きます。でここで糸を切って最後に袋状に縫い合わせて終わりにします。もう一回鎖を編むようにして糸を切ります。で次は引き抜き編みで合わせていきます。中表にして引き抜き編みでくっつけます。でこっちが裏で、内側は表で、こっちは裏で、段差がある方を手前にして、でこっちを長くします。で合わせる位置は好みなんですが、上から3つ分ずらして、
でここでくっつけていきます。3つずらして4つ目の花と反対側の端の花を合わせます。で3つ目の花と4つ目の間の細編みに針を入れます。で反対側はちょっと折ってみて収まりのいいところ、この花びらと花びらの3つのうちの真ん中に針を入れると収まりがいいので、ここら辺で合わせていきます。で引き抜き編みをするときに2本のうちここから見て外側の糸、この細編みの頭の2本の糸のうちの外側の糸、反対側もここを中心にして外側の糸、こっちは花びらと花びらのくっついているところの真ん中の細編みの頭、向こうは花びらと花びらの間の鎖、3つのうちの真ん中、この細編みの頭の向こう側1本、これを引き抜き編みでくっつけます。で糸を持ってきて、でこれを後で針で始末したいので10センチぐらい残して後ろに添えて糸を引き抜きます。でこのまま隣の目に移ります。隣の細編みの頭、今ここを押して隣はここ、隣の細編みの頭の手前、奥も細編みの頭の向こう側、これを引き抜きます。これで引き抜き編みが2つで、また隣の目、次の細編みの頭、2本のうちの手前、奥が奥の方、2本のうちの外側、引き抜きます。これで引き抜き編みが3つ、次も同じようにで次も糸のきつさを確認しながら編んでいきます。端まで来ても引き抜き編みをして、でここで終わろうと思います。こっちは15から10から15引き抜いて、でここでしっかりめに糸を始末します。
辺側も同じように合わせていきます。こっちも同じように中表にしてくっつけていきます。途中の糸始末をしていきます。でこの鼻の周りがちょっと分厚くなっているので、鼻の周りを巻き込む感じで糸を通していきたいと思います。他のところも糸始末しておきます。最後は D カをつけていきます。このアルファベットの D の形のもの、これは最初からストラップにセットされて、で2本一緒になって売っています。でこの D カをつける位置は横の上に上げてこれぐらいで、こういう感じの位置で縫っていこうと思います。で糸を30センチから40センチ用意してで縫っていきます。これがはみ出さないぐらいの高さにして、後ろから糸を針を通します。糸端は抜いてしまわずに最後に結んで糸始末をします。でこの時に今は出してきたんですが、これからいちいち貫通させるとかえって位置が分かりにくくなってガタガタになるので、こういう感じでこう縫っていった方が揃いやすいと思います。反対側で最初の糸端と結んでから編み地に隠します。反対側も編み地の中に隠します。でこういう感じに
可愛く出来上がりました。スマホサイズで作ったんですが、今使っているので同じサイズの布を入れています。ちょうどぴったりサイズにできたと思います。でいろいろすごく可愛いんですが、まずこの花模様と、あとこれをくっつけた時の間がひし形になっているところと、あとこの丸みがあるところで、一番可愛いのはこの部分、丸みがあって、で個性的で凝った感じに見えると思います。で色はシックで、このストラップもちょうど色があって焦げ茶系だったので、落ち着いた感じのおしゃれな感じに見えます。でこのストラップは D カンがついていて、で外せるものなのでバッグにつけたりして使うと便利だと思います。でここは既製品なので簡単です。サイズを測っていきます。横幅は約17センチ、深さは9センチで、蓋は約7センチ、ストラップは既製のもので30センチの幅が1センチ。これはスマホサイズで作ったんですが、これをもっと深くしてバッグのようにしたり、ストラップを長くしてポシェットにしたりとか、いろいろ応用が効くので楽しく編めると思います。よかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら登録と高評価をお願いいたします。